はい、どうもこんにちは、小川です。今日はですね、僕のデスク周りのアイテムを紹介したいと思います。いわゆるデスクツアーというやつですね。ありがたいことにリクエストもいただいていたので、今日はね、2022年版ということで紹介させていただきたいと思います。僕はですね、こうやって YouTube で発信をしていたりとか、ブログを書いたりしているんですけれども、自営業という形で、IT 系の仕事をしていまして、いわゆるね、オフィスワーク的な仕事も多くあるという感じです。基本的にはリモートワークというか、自宅オフィスでの仕事になるんですけれども、月に何度かお客さんのところに訪問したりすることもあるというような働き方をしています。ガジェット好きということもあって結構デスク環境にはこだわってきたので、何か一つでもね見ている方の参考になるところがあればいいなと思っております。はい、では早速紹介していきます。まず最初にですね、こちらがデスク周りの全体像という感じになります。一応デスク作りにはテーマを持ってまして、インダストリアルな雰囲気を感じるデスクにしたいと思って取り組んでいます。木、木材ですね、あとはアイアン、それから黒いものが僕の好みなので、そういったアイテムを多く取り入れています。はい、では、たくさんあるのでポンポンと紹介していきたいと思います。はい、まずデスクの天板なんですけど、僕がデスク全体で最も気に入っているのがこれです。これはですね、ディコトミックというショップの無垢古材天板を使っています。サイズはね、どうなんでしょう。小さくも大きくもないという感じだと思うんですけど、幅が150センチ、奥行き70センチ、厚さは約3センチのものを使っています。この杉古材の風合い、質感、色がもうたまらなく好きで、これはもう本当に気に入ってます。これですね、カスタマイズで天板のサイドにアイアンプレートをつけてもらってるんですね。これがね、すごくインダストリアルな雰囲気を出してくれていて、これがね、非常に気に入っています。ちなみにこれマグネットとかも貼り付くので、何かに使えそうだなと思いつつ、まだ定まっていないという感じです。古材にしてはすごく板が綺麗で、凹凸がね、少ないのが嬉しいところです。ただ少ないといっても凹凸はあるので、あんまりペーパーワークには向かないかなとは思います。この古材天板をはじめとしてですね、ディコトミックにはめちゃくちゃおしゃれなアイテムがたくさんあるので、ぜひね、チェックしてみてください。次にデスクの足なんですが、これは電動昇降するフレキシスポットの EJ2 というタイプを使っています。前職のオフィスでは岡村のスタンディングデスクを使っていたので、スタンディング歴は結構長いんですけど、やっぱりね、ずっと座りっぱなしでいるよりもね、本当に体が楽になります。多少ね、多分体に負荷をかける方がいいんだと思います。ただね、無理して長時間立つ必要はなくて、立ったり座ったりを繰り返して1日を過ごしているという感じです。EJ2 はスペックとしてはミドルレンジあたりになります。上位モデルはね、もっと低くできたりするんですけど、僕はこれ以上低くすることがないので、これでね、十分でした。ちなみにですが、フレキシスポットは非常に重たいので、動かすのがめちゃくちゃ大変です。でも、少しでも移動させたい時ってあるじゃないですか。そんな時にはですね、組み立てる時に足の裏にカグスベールというものを貼っておくのがおすすめです。これを貼るとですね、一人でもガンガン動かすことができるので、少しの移動とか配置替えをしたいという時に非常に便利です。はい、この椅子はエルゴヒューマンプロというものを使っています。購入前にですね、いろいろ座り比べて、それこそアーロンとかも座ったんですけど、個人的にはね、一番しっくりきたのがこれでした。これにね、座るようになってから、やっぱり腰痛がすごく軽減したので、それがとても良かったです。一応高級チェアに当たるので安くはないんですけど、アーロンチェアに比べると約半額ぐらいなので、そこはね、非常に嬉しいポイントです。ただ最近ちょっと体型が変わったのか、このヘッドレストがどうもしっくりこなくてですね、エルゴヒューマンプロはこのヘッドレストを後から外すことができないんですね。そこについてね、なんかちょっと最近しっくりこないなとずっと悩んでます。はい、メインマシンはですね、ここにあるんですけど、これ M1Max MacBook Pro 14インチになります。小スペースに使いたいので、Mac を閉じた状態で使うクラムシェルモードで外付けディスプレイにつなげて使っています。思い切って10コア CPU、32コア GPU を搭載したマシンを買ったので、動画編集には本当に役立っていて、4K10 ビットという重たい映像素材もガンガン編集できるので最高です。この M1Max マシンは映像系の専用処理回路であるメディアエンジンというものを2つ搭載しているので、やはりね、そういった動画編集に強みを発揮します。ただ一方でですね、僕はパワポとかスプレッドシート作業など、いわゆるね、ドキュメントワークも多くてですね、例えばそういった作業を外で行う際などの電池持ちの悪さが不満です。M1 マシンが良すぎるだけとも言うんですけど、一つ前に使っていた M1 MacBook Pro 13インチ、これに関してはめちゃくちゃ電池持ちが良かったので、そこに比べるとね、やっぱり劣ります。お客さんのところに行ったり、外に1日いるなんていうこともあるので、
で、そんな時にはね、以前の M1 マシンの方が圧倒的に良かったです。クラムシェルの MacBook を支えているのがこの縦型スタンドです。グローブメイドというところのウォールナット製のスタンドになります。スタンド下に空間があるので、クラムシェルで縦置きしても M1MAX の熱をね、ちゃんと逃がしてくれるのがこのスタンドのいいところです。あとは何といってもこのウォールナットの美しい木目が気に入っています。ちなみにこの後も僕のデスクにはこのグローブメイドというブランドの製品が多く登場します。木のアイテムが好きな人にはたまらないブランドだと思います。はい、次にモニターはデルの U40219W というものを使っています。40インチのウルトラワイドモニターで横 5K、縦 2K のいわゆる 5K2K モニターなんですが、これのいいところは 4K モニターのような高解像度とウルトラワイドモニターの幅広さを両立しているところです。僕はがっつりマルチタスクをこなす派ではなくてですね、ゴリゴリにシングルタスク派なんですけど、仕事のやり方的にこう何かを見ながら何かするということが多いんですね。例えば参考資料を見ながら資料を作るとか、Tips を見ながら動画編集するとか、そういった時にですね、高解像度なのに広く使えるというところが気に入っています。あとそれらのことをですね、デュアルモニターにせず1台で実現できるというのも、個人的にはね、気に入っているところになります。これ結構高いものなんですけど、モニターは生産性や効率みたいなところに直結するので奮発してよかったなと思います。で、そんなモニターの位置をこう変えやすくするため、あとはデスクとしての見た目が好きなので、僕はね、モニターアームを使っています。このデルの40インチ 5K2K モニターは 10kg オーバーというサイズ感なので、それを支えるためにエルゴトロン HX という最大で約 20kg までいけるタイプを使っています。この死ぬほど重いモニターをね、不安なくがっつり支えてくれるので重宝してます。マットブラックでね、かっこいいのも気に入っています。はい、で、モニター上にベンキューのスクリーンバーハローを置いています。これモニターライトですね。これは手元周辺だけが明るくなってモニターやその他のものに反射しないので、それがね、気に入っています。このハロはですね、ワイヤレスリモコンがつくモデルなので、ケーブルをデスクに露出させることなく手元でね、コントロールできるのがいいところです。ただこのリモコンちょっとね、レスポンスが悪いので、それが少し不満です。はい、次にドッキングステーションです。すべての周辺機器はこのカルデジット TS4 というドッキングステーションにつないでいます。実はモニター側にもドック的な機能は持っているんですけど、SD カードが入らないのと、ポートが足りないなどの問題があって、結局それだけにはできないので、あんまり使ってないんですよね。TS4 はですね、SD カードを含めて全部で18ポートもあって、サンダーボルトが2つも自由にできるので、拡張性が半端じゃないんですよね。なので、周辺機器はここに一元化しています。そうすることでですね、ケーブルの取り回しがしやすいのと、周辺機器の入れ替えがしやすくなるっていうところが強烈に気に入っています。Mac に対して 98W で充電できるので、ケーブル1本スタイルが完璧な形で実現できるのも最高です。この TS4 についてはですね、別の動画でも詳しく紹介しているので、そちらも合わせてチェックしてみてください。デスクマットはグローブメイドのフェルトのデスクマットを使っています。以前はレザーのタイプを使っていて、正直見た目的にはレザーの方が好きなんですけど、フェルトのいいところはこのクッション性ですね。実はこの柔らかさによってキーボードの打鍵感もね、少し変わります。それがね、個人的には心地いいです。あとはなんか適当にこうデバイスを置いてもですね、傷をつけづらいのもガジェット好きの僕と相性が良くて気に入っているところです。キーボードは Apple 純正のマジックキーボードがメインです。点キーは正直いらないんですけど、ブラックを選びたければ点キー付きしかないので、仕方なくという感じです。僕はマウスキーボードはどれだけいいと思ってても飽きが来るので、こうローテーションして使っていることが多くて、他に HHKB や NewFi のキーボードなど、気分でね、使い分けています。ただですね、マジックキーボードはタッチ ID が使える唯一の外部キーボードなので、このメリットがね、強烈すぎて出番は多めです。あとはさすが Apple デバイスということで、個人的にはやっぱりこの見た目もね、いいなと思っています。マウスはこちらも純正のマジックマウスを使っています。ブラックカラーのものをね、使っています。これを使っている主な理由は、長年使っているので慣れているというのが大きいですね。利便性で言うとですね、MX マスター3の方が正直なところいいと思います。僕もね、ローテーションして使っています。でもマジックキーボードと同じくですね、やっぱり見た目的にはこのシンプルなマジックマウスはいいなと思います。トラックパッドはですね、参考資料を探したり、何かの準備をする時なんかに椅子にもたれながらこう左手でゆるっと操作する時に使ってます。本当はマウスどっちかにしたいんですけど、どっちにもそれぞれいいところがあるので、こう一つに絞れないままですね、なんだかんだこうずっと使っているという感じです。で、トラックパッドやキーボードにはグローブメイドのキーボードトレイやトラックパッドトレイをつけて使っています。
キーボードにはグローブメイドのリストも合わせてます。好みはあると思うんですけど、こういったものを使うとやっぱり角度がつくので手首がね少し楽になります。こういったコントロールデバイス類はそれこそずーっと触っているものなので、少しでもね楽にするために活躍してくれています。このウォールナットの色合いや木目、リストレストに関してはブラックレザーとの組み合わせが最高です。さらにマウスパッドに関してもグローブメイドのものを使ってます。ブラックレザーがベースのマウスパッドで1本だけペンが置けるウォールナットのペントレイがついているのが気に入ってます。ただ正直言うとですね、デスクマットがフェルトなのでマウスパッドって別になくてもいいんですよね。なくてもいいんですけど、ちょっと買ったタイミングとかの問題もあってどうしてもしまっておくのがもったいないので出して使ってます。左手デバイスにはルーペデックライブを使ってます。動画編集や画像編集、テレビ会議なんかでボタン一発で特定の操作を呼び出せるので効率化に役立ちます。このダイヤルのインターフェースがとにかく便利で、ぐるぐる回して音量操作をできたり、スクロールとかね、そういったことができるのが気に入ってます。あとは Alexa の操作を割り当てていて、書斎の制御はこれに任せています。エアコンとか間接照明、それから見守りカメラの呼び出し、あるいは撮影用ライトのね、制御なんかもこれでやるようにしています。で、ルーペデックライブはケーブルが必要になるので、デスクに露出しちゃうのがデメリットです。そこでですね、こういったコイルタイプの見せるケーブルを使ってかっこよく見えるようにしています。次にね、スピーカーです。MacBook をクラムシェルで使うとスピーカーの音がいまいちになってしまうので、オーディオエンジンの A2 プラスワイヤレスという外部スピーカーを使っています。実はモニターにもスピーカーはついてるんですけど、これはねちょっと正直音がひどすぎるので、別に用意するしかないという感じです。A2 プラスワイヤレスはアンプ内蔵式のいわゆるアクティブスピーカーとしては非常にいい音が鳴ります。オーディオにねすごいこだわりがある人はもしかしたら満足できないかもしれないんですけど、個人的にはですね他に機材が必要なくコンパクトでデスク上のスペースも取らないということも含めてですね、とても満足しています。一応ワイヤレスでも使えるタイプなんですけど、ワイヤレスだと遅延するので有線でつなげて使っています。あとスピーカースタンドは見た目的に純正のものがあんまり好きになれなかったので、カントのねスタンドを使っています。スタンドがあるとですね、音が自分に向かってくるような角度にスピーカーを調整することができるので、気のせいかもしれないですけど迫力が増すような感じはします。次にね、マイクとマイクアームです。マイクは手話の MV7、アームはブルーのコンパスというアームを使っています。テレビ会議での音質を上げたいのと YouTube 用に買いました。この MV7 はですね、USB 接続もできるダイナミックマイクなので、機材が大げさにならずに、手軽に使えて音がいいので気に入ってます。本当はね、アームってなんか圧迫感があるのであんまりつけたくなかったんですけど、マイクを使うにあたってはやっぱり位置調整が効きやすくて便利です。会議参加者からは音がめちゃくちゃいいですねって言われるようになったので、会議の質も上がったように思います。ではここから小物や照明類を紹介します。僕は iPhone を充電するのはほぼマグセーフしか使わないんですけど、マグセーフをマウントするスタンドをデスクに置いています。これもグローブメイドのアイテムでウォールナットのマグセーフスタンドになります。デスクにいるときは角度をつけられるこういった縦型のタイプだと目線を送るだけで画面を確認できるので、個人的にはね便利だなと思います。このマグセーフスタンドはしっかり重さがあるので付け外しにグラグラしないので使いやすいです。これウォールナットとアイアンで作られてるんですけど、この雰囲気とか見た目がもう完璧でめちゃくちゃ気に入ってます。デスクには3つのプランターを置いていて、これもね全部グローブメイドのものになります。こういったグリーンはですね、デスクの横にも大きなものを置いていて、他にもいくつか部屋にあるんですけど、全部フェイクグリーンかドライフラワーです。どうしてもねこまめな世話はできないんですけど、緑は置きたいので手入れがね必要ないもので揃えています。フェイクグリーンはどうも鉢が気に入らないことが多いので、グローブメイドのプランターを買って中身はね自作しました。100均で買ったフェイクグリーンと紙粘土、そこにねバーグチップを入れて作りました。フェイクであってもね緑があると雰囲気が全然違うので、僕のようにね植物が育てられないという人はフェイクグリーンやねドライフラワーが本当におすすめです。ではここからはデスクにある照明類ですが、一番気に入ってるのがこのベアボーンズのランタンです。明かりの色味や雰囲気、それからランタン自体のインダストリアル感ある見た目から何からも全部好きです。僕は他にも部屋に複数のベアボーンズのランタンを置いていて、それぐらいねすごく気に入っています。モニター裏にはフィリップスのヒューライトバーを2つつけています。壁に光をバウンドしてモニター裏全体をぼんやり明るくして雰囲気を作ってくれるので、映画を見るときなんかに最高です。これもね左手デバイスのルーペデックで制御するようにしています。
最後に配線の考え方なんですけど、僕はあんまりそこにこだわりがなくてですね、デスクの上はなるべく綺麗にしたいんですけど、デスクの下は結構どうでもいいという方針をとっています。デスクの上や見えるところはケーブルチューブを使ってモニターアームに這わせたりしています。マグセーフ充電器のケーブルは白くて、それがちょっと統一感的に嫌だったので、チューブに通したりなんてことをしていて、そんな感じでデスクの上はなるべく綺麗になるように気を使っています。一方でですね、デスク下は3話サプライのケーブルトレイを使ってまとめてはいるんですけど、整理ということまではしてないんですよね。乗せてるだけという感じです。こんな感じのですね、緩い運用スタイルにしておく方が機器の入れ替えがしやすいんですよね。やっぱりいいものがあればね、どんどん試して環境を良くしていきたいんですよね。配線崩すのめんどくさいみたいな理由で買うのを諦めたくないので、僕個人としてはね、これぐらいの緩い運用がちょうどいいなと思います。あとですね、今ウェブカメラの運用が迷子になっていてですね、一回一回こう出したりしまったりしているんですけど、なんかね、こうしっくりくるものがあればね、追加していきたいなと思ってます。はい、以上デスクツアー2022年版としてですね、僕のデスク周りを紹介させていただきました。機能的な意味での効果はもちろんなんですけど、好きなものに囲まれて気分が上がるという意味でもですね、仕事に対するね、意識が変わったような気がします。もし何かですね、もっとここ詳細知りたいんだけどみたいなことがあればですね、回答いたしますので、コメントいただければ幸いです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。この動画が良かったらいいね、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。